サムライリーグは5月に開催される九州学生剣道選手権大会を応援しております。出場される剣士の皆様のご健闘をお祈り申し上げます。人と技術で建設業の未来を築く RF テクニカ。生きたデータでビジネスに生きたソリューションを東芝テック。一人の商人、無数の使命、伊藤忠グループ。東レ株式会社滋賀事業場、大同特殊工株式会社、株式会社西日本シティ銀行、パナソニック株式会社エレクトリックワークス社、住友電機工業株式会社、 JP ロジスティクス株式会社、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、三菱商事株式会社、株式会社ランテック、日本通運株式会社、 NX 商事株式会社、ご覧の企業様よりご支援ご協力をいただいております。誠にありがとうございます。サムライリーグ2026グループ C 第1試合です。赤、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、白、東レ株式会社滋賀事業場の一戦となります。実況は私大竹誠です。よろしくお願いいたします。そしてこの試合解説をしていただくのはこのお二人です。自己紹介をお願いいたします。株式会社ランテックの黒沢と申します。よろしくお願いいたします。三菱商事株式会社の中島と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではここで両企業のインタビュー動画をご覧いただきます。富士フイルムビジネスイノベーション剣道部監督の住崎です。梅方にです。弊社は1962年に創業し、創業以来紙に情報を複写するという技術で培ってきました。その技術をもとに現在ではソリューションやサービスを通じてお客様の働き方改革や経営課題解決に貢献するという事業を行っています。また剣道部では10年後の1972年に創部し、現在では男女含めて約120人の大所帯で活動しております。全日本実業団優勝、またこのサムライリーグ優勝を目指して日々稽古に励んでおります。今年もサムライリーグに参加させていただくことにとても喜びを感じております。去年決勝で負けてしまったので、今年は必ず優勝できるように頑張りたいと思います。絶対優勝します。行くぞ。おう。東レ株式会社滋賀事業場剣道部の監督をしております高橋です。主将の鈴木です。弊社は1926年創業の総合化学メーカーです。弊社剣道部は業務も剣道も高いレベルで全員一丸となり日々稽古に取り組んでいます。また今回新しく100周年を記念して試合道を作成しました。こちらは東レの素材を使用して作成しております。試合内容に加えてこちらの道もぜひ注目してご覧ください。今年こそは優勝するぞ。おう。はい、まずは黒沢さん、サムライリーグ試合時間が3分ということになりますけれども、どうでしょう、この3分と、普段黒沢さんが試合する時間3分よりは当然長い、このどうでしょう、戦い方は違ってきますか？そうですね、試合の状況にもよるんですけれども、やはり自分が仕掛けていかなきゃならないという時は3分短いな、ただ守らなきゃいけない時は長いなというふうに感じるんですけども、その中でどう勝負するかというところですかね。そして中島さん、どうでしょう、3分とそれ以外の3分よりは長い時間、ご自身もやはり3分とそうでない時間とでは戦い方っていうのはやっぱり違ってきますか？そうですね、3分よりも時間が長いと試合をしながらどういった試合展開にしていこうかということを考えられるんですけれども、3分となるとやはり時間が短いので、試合前に相手の動き方の分析であったりとかっていう前準備が非常に短いほど重要になってくるかなと思っています。わかりました。さあそれではグループ C 第1試合、まずは先鋒戦からご覧ください。 DX ってもう当たり前だよね。普通の DX なら我々は社内の情報を横断的に分析する独自の AI で最適な DX を実現します。もはや AI 抜きに DX は語れない。もちろん万全なセキュリティ対策も。安心安全がなくては DX はおぼつかない。普通じゃないね。ビジネス DX が企業を変える。 AI で変える。君は？私富士フイルムビジネスイノベーションです。
先鋒戦始まります。赤山本寛介選手、白野中義海選手です。まずは黒澤さん、当然、この先鋒がチームに勢いつけるためには大事な一戦となってきますよね。そうですね、出だし、落ち着いて試合をしているように見えるので、お互いにどこで得意技を出すか、自分のいいところを出すかっていうところを見極めつつ、慎重な試合展開ではあるかなとは思います。長嶋さん、もしこの先鋒の立場だと最初から1本取りに行くために積極的に打っていきますか、それともまずはちょっと様子見で残りのこれは小手です。小手を決めています。白の野中選手の小手。黒澤さん、まずはスローを見ていきましょうか。はい、これ一歩入って手元が相手ちょっと開くんですよね。そこですね、そこをしっかりと小手を捉えていますね。少しちょっと躊躇したかなとは思うんですけれども、打った後しっかり一本に決めにいっているところ、斬新もしっかり伴って、旗も上がったかなというところですね。もう分かりやすい一本でしたね。そうですね、はい、もう相手もしっかり手元が入って振り上上がげたところ、はい、見事な小手が決まっています。長嶋さんもやはり積極的に先鋒だったら取りに行きますか、それとも最初の何分間かはじっくり見て。そうですね、少なくとも最初の1分程度はちょっと様子を見るかなと思いますね。この相手の入りのスピード感であったり、このリーチの長さであったりというところを見てから勝負を仕掛けに行こうかなと思っています。白の野中選手、いいところで長嶋さん1本取りましたね。はい、非常にいいところでしたね。先鋒戦の序盤は特にギアが上がりにくいといいますか、集中力がまだ上がってきてないタイミングで、赤がですね、手元を上げたところに迷いなく小手を捨て切った打ちができたというところで、非常にいい技だったと思います。これは低め。残り1分半を切っています。取り返したいのが赤の山本選手。先に小手を奪った東レの野中選手は得意技は出花面なんですけれどもね、小手を選手しています。一方で山本選手が得意技としているのは小手なんですけれども、残り1分切ってお互い最後どうでしょう、お互いの得意技を出すことができるのかといったところを返して面引き目を出します。さあ会場中央から、これは積極的にお互い技を出しています。残り30秒、別れ際一旦離れます。前を切って残り20秒、もうここは中島さん、もう先の中選手は1本取ってるんで無理していってないでしょうかね。そうですね、1本取った後から非常に野中選手の戦い方がうまくてですね、要所要所で技を出すんですけど、無理をしないということで、このまま時間が来るのかなというふうに見ています。そしてブザーが鳴りまして、その時間となりました。先鋒戦、東レ株式会社滋賀事業場の野中選手が勝ちを収めています。次鋒戦に入ります。赤吉本瑞希選手、白渡辺雄星選手です。黒澤さん、この次鋒で言いますと渡辺選手、先鋒が勝ってくれましたんで、どうなんでしょう、やっぱり次につなげる試合ということになるんでしょうかね。そうですね、まだまだここからが試合の展開も変わってくると思うので、守るというよりかは攻めていいのかなとは思いますね。ただ相手の吉本選手も得意技が
もろ手突き、面会指導、引き面と、たくさん、あるので、もうこういろいろな技が出せるのかなという印象ですね。そして中島さん、渡辺選手、ここで勝ちますとチームとしてはかなり有利になってきますが、ここで次鋒、吉本選手はここで勝ってパタータイに持ち込みたいところですよね。これによってだいぶまた展開変わってきますね。そうですね、ただ、まだ次鋒戦ということで7人戦の次鋒戦なので、お互いそんなに無理はしないのかなというふうには思います。確かに5人と7人ではまた違いますもんね。はい、なのでそれほどまだ焦る必要のないこの7人制の次鋒戦ということになりますでしょうか。1分半が経過します。渡辺選手が黒澤さん、かなりがたいがいいですね。そうですね、でまた吉本選手も身長も高いわけではないので、どういうふうに、吉本選手がさばいていくのかなというところですね。吉本選手が身長160センチですね。残りが1分になろうというところです。これは面に行きました。自信を持った面。中島さん、今の面惜しかったですかね。そうですね、思い切った面でしたけれども、市内でしっかり避けてはいたかなというところですね。また相手も余裕があったと。はい、ただああいった面で勢いづいてきて試合の流れが変わることがあるので、非常にいい技だったなと思います。はい、離れたところが入って両者技を出していない状況でしたが、さあここはどうでしょう。残り20秒。小手に行く。これは面。さあお互い技の出し合いです。打ち終わりは嫌ですよね、打たれるの。打ち終わりですね、両者。どうでしょう。これは惜しい。相手が面を来たところ逆動。ここでブザーが鳴ります。最後は激しい打ち合いも見られましたが、この次鋒戦引き分けという結果に終わっています。試合は3人目5勝戦に入ります。赤鳥浜新選手、白栗原空選手です。ここもじっくり見ていきましょう。5勝戦、鳥山選手が得意技出後手引き胴、これは惜しかったか。白栗原選手が得意技が面です。まず黒澤さんもって序盤お互い技いいところ出てましたか。今そうですね、今の栗原選手の思い切った面が非常に良かったかなと思います。伸びのある面でしたし、しっかりもう決めにいっていたので、いいところだったなと思いました。最初から狙っていきましたかね。これはこれは赤旗が上がりました。面です。さあ先に1本先取したのが鳥浜選手。これ皆さんスローで見ていきますが、ここでどういう展開で長嶋さん、これはどういう形で面を奪ったということになりますでしょうかね。そうですね、これは結構お手本のような面かなと思ったんですけれども、前に入って攻めて相手が下がって足を止めて避けたところを上から乗って面に行くというところで、非常に素晴らしい機会かなと思いました。先に面を決めたのが鳥浜選手です。まだ残り時間は2分以上ありますが、この後の展開どうなっていくでしょうか。取り返すには黒澤さんまだ十分な時間でしょうかね。そうですね、まだ時間はあると思うので、しっかりこのつばぜりも解消してここからですねしっかり狙っていけるといいんじゃないかなと思います。ただお互いにすごくやっぱり動きますね。動きのある試合だなというふうに見ています。なんか似た感じの2人みたいにも見えますけれどもね、お互いにいいところが思い切った技と攻防があるので、いいところが出てるなというふうに見ています。同じぐらいの背丈の選手で、お互いが早いうちの展開を見せていますけれども、残り1分半です。
試合時間は後半になりますが、これはどうでしょう。返していった。ここで決まったのが面ですね。さあお二人、ここスロー見ていきましょうか。気づいた点あったら教えてください。固定返して面というところで栗原選手が面を1本取りましたね。固定も惜しかったんですけどもしっかりと当たらなかったので、その後すかさず栗原選手がしっかり面を打ち切ったというところですね。そうですね、形的には返した形になってますけども、小手がちょっと肘より下ぐらいには当たってはいてっていうところなんでしょうね。こう避けた後にしっかり技が出るっていうのはやっぱ試合の中でも一つ必要なところなので、避けて終わらないっていうところがですね、今良かったなというふうに思います。そしてお互いが1本ずつ取り合って勝負ということになっていますが、残り時間がもう間もなく1分。先に鳥浜選手が面を奪って、そして栗原選手が取り返したという形です。一旦やめがかかりますが、長嶋さん、これは今どういったやめだったんでしょうね。おそらく、つばぜり合いの形がきちんと成立していなかったというか、お互いにこうくる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 ちょっと竹刀を回していて、公正なつばぜり合いではなかったということで、どちらかに反則なのか両方に反則なのかというところですかね。ということで、ここで反則が1つ与えられたのが栗原選手です。どうしてもこのつばぜり合い崩したいんでしょうね。一旦離れます。どちらもすごい攻め気がありますね。こう最初から最後までこう見てて面白い試合だなと思います。お互いがもう仕掛けていってるという、ここで1本決めるか。残り10秒です。どんどん内を出していくか、この短い時間の間で。最後の1本出るか。ブザーが鳴ります。3人目5勝戦、お互い1本ずつ奪い合っての引き分けという結果になっています。中堅戦です。赤西口智成選手、白が鈴木亮也選手です。どうです。開始早々、これは右胴逆胴が決まっています。西口選手、見事でした。スローで見ていきましょう。長嶋さん、もう本当にこれお互いが立って技を出したところですね。はい、素晴らしいですね。西口選手、この初太刀の逆胴が得意だと思うんですけど、なんかどういう狙い方をしているのか私もちょっとよくわからないんですよね。この相手は手元を上げそうだとか、そういうところで見切っているのか、ただ非常に打ち切った素晴らしい逆胴でしたね。黒沢さん、相手選手が思わずこう上に結構大きく上げてしまいましたよね。そうですね、その狙いに行ったのか、よく逆胴を狙いに行くとしたら、こう一歩入って手元が浮いたところを逆胴を打つとか、しっかりと来たところを抜き胴を狙うとかってあるんですけども、そうですね、今どのタイミングを見計らって逆胴を狙ったのかなというのは気になるところではありますね。すごい、西口選手得意技が面で、逆に鈴木選手が抜き胴を得意にしているということなんですが、胴を決めたのが西口選手。ただ残りはまだ時間たっぷりあります。2分30秒。この試合実は赤の西口選手が私出身道場の後輩で、白の鈴木選手が大学の後輩ということで非常に楽しみにしていた一戦ですね。これ東証館道場とお呼びするんでしょうか。はい、東証館道場、西口選手、中島さんもそこの出身ということで、はい、大学は早稲田大学というところですね。そうです。はい、
黒澤さん、今の合議は何でしょうかね。そうですね、今のもちょっと双方なのか、先に1本取っている西口さんの方に反則なのか、ここで反則が与えられそうですね。はい、西口選手に反則1回が与えられます。鈴木選手の剣道はどうでしょう。中島さん、あまり大学時代とは変わってないですか。そうですね、大きくは変わっていないですね。ただちょっとなんかこの西口選手の独特な攻め方をするので、ちょっとそこに対してどう対処していけばいいのかっていうのをまだ悩んでいる状態かなというふうに見えます。独特というのは特徴的な一つだと思うんですが、どういったところが特徴の一つなんですか、その西口選手は。手元を上げながら前に入ったり下がったりっていう、ここの出入りが非常に相手からすると迷わされるような攻め方になっているというか、手元を上げて入ってきた時に小手を誘われているのかなというふうに迷ったりとか、そこをなんか打ってくるのが非常にうまいのかなというふうに思っています。こういうところですね、引き込んで返し面とか、そういうところもすごいうまいので、こうやって打ってきていいぞみたいな感じでしたよね、今ね。そうなんですよね、確かにそういった点では黒澤さん、鈴木選手にとってはやりづらい感じなんでしょうかね。そうですね、やっぱり思い切って出せないので、なおかつ西口選手がもう常に狙っている状態なので、思い切った技も鈴木選手出せない。ここでもやめがかかりましたが、中島さん、これはどう見ますか。ちょっと今のは角度でよく見えなかったんですけれども、おそらくつばぜりの切り際どちらかがきちんと下がらなかったということだと思います。本当に試合は審判の力量も大事になってきますね。ただ主審が神崎先生なので、そこは全く心配ない試合かなと思って神崎先生だ、そうだ、 RF テクニカお世話になっております。本当にいつも審判もさすがですね、神崎先生は。引き締まったいい試合になっているということでしょうね。そうなんです。選手もすごくやりやすいと思いますね。こうやってしっかりと反則を取ってくださるので、こうしていくとやっぱりこの大会も4回目ですけど、その選手が審判やるわけですから、審判のレベルも上がってきてますかね。そしてここでブザーが鳴ります。開始早々見事な逆動を取った西口選手、一本勝ちを収めています。そして試合は3勝戦に入ります。赤福田俊樹選手、白山下聖斗選手です。黒澤さん、ここはどうでしょう。3勝戦というポイントでどのような戦い方になっていきますかね。そうですね、ここもまだ落ち着いて試合を冷静に自分のいいところを1本出そうというような試合展開でいいのではないかなというふうに思いますね。八島さん、あまりこの3勝戦においては無理しなくてもいいのかなという感じですか。どうでしょう、そのあたり。そうですね、残り3人で今スコアが互角ですので、じっくり一本勝負の気持ちで臨む場面かなと思います。つばぜりからさあ遠間から、そしてじわじわと相手のところに入っていくか、面を出す。さあそれをしっかりと避けて、今度は引き後手返していったような形での引き後手でした。何を狙っているのか。何かまだ黒澤さん、この時点では決めに行くようなそういった技は出てない感じがしますけれども、いかがですか。そうですね、お互いにまだいいところは技出せていないのかなとは思いますけれども、どこかには必ずチャンスがあると思うので、そこを
をしっかり見極めて、一本取っていただきたいなというふうに思いますね。ただ先ほどやはり審判の方が、神崎先生がですね、しっかりと反則をつばぜりのところでも取っているので、正しいつばぜりの、試合展開かなと思いますので、非常にいい試合かなというふうに思っております。長嶋さん、何かお互いが、仕掛けていって隙が出たところを狙おうかなというような、そうですね、そんな感じですかね。どちらかといえば福田選手の方が一本を取りにいっているのかなというふうには見えるんですけれども、山下選手がそれにうまくいなしているというか、出ていきたいと相手が思っているところをうまく潰しているというような印象ですね。残りが10秒になります。これを最後にいったのが福田選手でしたが、ここでブザーが鳴ります。この3勝戦引き分けという結果となっています。試合は副将戦です。赤野口亮太選手、白岡本レオ選手。岡本選手が身長173センチの上段です。一方で野口選手は身長160センチなんですね。この身長差です。残りの大将があるとはいえ、黒沢さん、やはり負けられないところですよね、この副将は両者。そうですね、岡本選手も実績のある選手ですし、今の面とかもいいところだと思うんですけども、しっかり相手を見て、一本取れる選手かなというふうに思っております。野口選手の得意技が引き面と逆動ということですが、中島さん、この野口選手の上段に対する試合の運び方いかがですか？今のところ非常によく見えているなというか、最初の方で岡本選手が片手面を出す場面があったんですけれども、そこもギリギリで間合いで透かして後打ちの面を打つというような動きが見えたので、上段に対する苦手意識はないのかなとは思っています。確かに何か自信を持って試合をしているなって感じはしますよね。残り時間1分半というところになりますが、この残り時間の中で両者、おそらく1本狙っていく展開にはなるんだろうと思いますけれども、岡本選手の片手面が炸裂するのか、得意技がその片手面ですが、上段から振り下ろす片手面が決まるのか。序盤にこの片手面に対する抜き面を少し見せているので、岡本選手からすればちょっとその片手面を出しづらくなっている状況なのかなと思います。なるほど。野口選手いかがでしょう。剣道以外に興味があること、大量飲酒、これが非常に何かインパクトある表現ですけれどもね、お酒たくさん飲むのが好きなんでしょうね。残り時間が30秒切っています。さあラストという周りからの声も聞こえましたけれども、高い技は決まらずか。黒沢さん、このまま大将戦のような感じですね。そうですね、やっぱりつばぜりから野口選手の引き面も打てるチャンスあるんじゃないかなとは思ったんですけども、なかなかちょっとそれが見れないので、どこで出してくるかですね。というわけでこの副将戦、今ブザーが鳴りました。引き分けという結果になっています。そして試合はいよいよ大将戦です。赤梅ヶ谷翔選手、白竹本光陽選手です。中島さん、両者、先ほどスーパースターという表現もありましたが、
両者実力者同士の対象戦ですね、いかがでしょう。そうですね、両者とも全日本選手権でしっかり勝ち上がった実績があるというところで、実業団の中でも屈指の名選手の2人かなと思います。非常に楽しみな試合です。黒澤さん、やっぱり楽しみですね、この一戦。そうですね、やはり梅ヶ谷選手の実績を見ても、素晴らしい実績が並んでおりますし、なおかつプレッシャーに強い選手なので、こういう場面では非常に強い選手かなというふうに思います。年齢は梅ヶ谷選手が6つ上なんですね。徐々に円熟味を増してきている年齢にもなってるんでしょうかね、梅ヶ谷選手。一方で竹本選手はまだ、25歳、もう間もなく25歳になろうかというところですからね。残り2分を切っていますが、さあ大将戦、この大将同士の戦いで勝敗が決まるのか。梅ヶ谷選手も野口選手と一緒でお酒を浴びるほど飲むことだそうですね。竹本選手がスノーボードがお好きだという、そういった一面も持っています。残り1分半を切っています。竹本選手の得意技がですね、捨て切った男らしい技以外とどういうことでしょうね。いうことで、ちょっとどういうことか分からせていただきたいところですね。捨て切った男らしい技以外、なよなよした技ってことですか。なよなよした技か、相手が気が抜いたところの引き技だとか、がっぷり四つの背面とかそういうところじゃない。いやらしいところなんですね。いやらしいところを狙うんだと思います。引き面を出したのが梅ヶ谷選手ですが、そうですね、梅ヶ谷選手もそういういやらしいところをすごい狙うので、結構いやらしい対決かもしれないですね。そういったところは共通してますよね、この2人ね。試合がうまいですよね。やっぱりうまいんですね。残り30分来ていますが、やはりそのうまさが両者光っている黒澤さん、試合となっていますか。そうですね、やっぱりこの気が抜けた瞬間というか、糸が切れたところをすかさず狙いにお互いにいってるので、これ試合見ててもうまいなというふうに思います。そして残り10秒になりますが、どちらかここで技を出すか。これは低めにいったのが白の竹本選手、別れ際。ここでブザーが鳴ります。大将戦も引き分けということで、この勝負代表戦へと移ります。黒澤さん、勝敗表を見ながらで結構ですけれども、引き締まったいい試合になりました。いかがでしたか。いや、そうですね、本当に見応えのある両チームとも素晴らしい技が出ていた試合かなというふうに思います。一方で長嶋さんはどうご覧になりました。そうですね、本当に一進一退の攻防が7試合連続するというか、非常に緊張感のある試合の連続で非常に見応えがありました。後半3章からこの、動きがありませんでしたね。拮抗した戦いで引き分けが続いての代表戦ということになるんですけれども、さあその代表戦、両チームどの選手を出してくるのか、その代表戦ご覧ください。そして代表戦です。この勝負で勝敗が決まります。赤西口智成選手、白が竹本幸陽選手ということで、黒澤さん、富士フイルム、こちらの方が選手を変えてきたといいますか、竹本選手はそのまま大将を務めた竹本選手を持ってきましたけども、西口選手持ってきましたね。そうですね、私も梅ヶ谷選手とかかなと思ったんですけども、ここで西口選手、監督がどういうふうに考えて西口選手を選んだのかなというところはあるんですけども、竹本選手はやはり先ほどの試合でもいい引き面とかも打っていたので、この流れで竹本選手を出したというのはいい流れかなというふうに思います。中島さんはどう見ますか、この西口選手の起用は。そうですね、西口選手と竹本選手は同級生ですね。年齢が同じで、2人とも福岡県の高校出身に
なるので、西口選手が武本選手の、手の内を知っているだろうという読みで、起用したのかなというふうに思いました。そうしますともう絶対武本選手が来るだろうというところで、そうですね。それを見越しての選手起用ということですね。代表戦です。どちらがまずは1本取るでしょうか。これは面はどうでしょう。はい、白いたすき武本選手、1分半を切りました。ここで一旦タイムをかけます。強引な感じにも見えましたが、武本選手の引き面、小手はこれは何、面いきましたか。面が決まります。さあここで見ていきましょう。スローです。やはり中島さん、ここは面でしょうか。決まってますかね。そうですね、決まっているように見えます。そうですね、ちょっとずれ気味ではあるんですけれども、面布団には1回しっかり触れているという感じですね。代表戦は見事西口選手がものにしています。はい、というわけで西口選手が代表戦を制しまして、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社が勝利を収めています。この代表戦、黒沢さん、やはり武本選手に対して手の内を知る西口選手を持っていったのが正解だったんでしょうかね。いかがでしたか。そうですね、監督の采配もあったかとは思いますけども、前半ちょっと武本選手優勢かなとは思いきや、最後西口選手のいい面が決まったなというふうに思います。見事中島さん、あの面をものにしましたね。いかがでしたか、あのシーンは。そうですね、序盤武本選手が勢いのいい技を何回か見せていて、でそこで縮こまってしまうのではなくて、逆に向こうが入ってきたところを思い切って面に行くという、非常に西口選手の胆力が見れた試合かなと思いました。確かにどっちが勝ってもおかしくない試合だったというところですが、勝利を飾ったのは富士フイルムビジネスイノベーション株式会社でした。この試合は以上です。お二方ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。より多くの方にご覧いただけますよう、チャンネル登録、高評価、そしていいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。